便利なんですよ。首に巻いたりもね、そういうのもだるいんで、耳とか寒い時とかはるかに安心。さすがにね、組み合わせて、1リットルぐらいのクッカーとかだったら袖の部分がね、こんだけ差があるアルコールストーブのセットになります。ちょっと感じるじゃないですか。一番気に入ってる点はストレスじゃないですか。香料の調整。パタゴニアのフーディニージャケットを使ってる時はアタックポーチですね。薄いからといってなんかすぐ。こんにちは、ケリーです。本日は2024年に買ってよかったギア11選を紹介しようと思います。で、1個だけね、11選なんだけど、1個だけ家電が入ってます。早速ね、もうね、2025年入ってしまったんですけど、紹介するのは2024年に買ったものなんですけど、2024年に買ったギアはもう2025年に本当に使っていこうと思ってるギアなので、少しでも皆さんの参考になったら嬉しいです。では、早速ね、11個あるので紹介していこうと思います。1点目はこちら、履いているデザインの大きい方のファニーパックになります。で、容量が2リットルのものになります。で、僕一応このファニーパックなんですけど、小さい方も持っています。小さい方がこちら、1リットルの方ですね。のファニーパックと、で、今回買ったのが2リットルのタイプのものになります。で、大きさ的にはね、やっぱ、だいぶ1リットルと2リットルなんで、約2倍のね、容量の違いがあるので、大きさはね、全然違うと思います。全然この1リットルの方でも普通に足りてるっちゃ足りてたんですけど、で、僕が2リットルを選んだ理由っていうか買った理由ですね。一つ目がもうちょっと容量が欲しかったっていうのがありました。で、何を入れるために容量が欲しかったのかというと、いつもね、小さい方の時もそうなんですけど、基本コード色とバッテリーとちょっとお金とかを入れてます。結構ね、パンパンになってしまうことも多くあって、バッテリーちょっと多めに持ってったりとか、基本ね、ちょっと前までパランテのザック、今も持ってるんですけど、パランテのザックのボトムのポケットに結構コード色入れてたんで、あんまこのファニーパックの中にコード色は入れてるんですけど、ちょっとだけ入れて、あとは全部このザックのボトムポケットに入れてたっていうのがあったんで、そこまでね、ウエストポーチの容量が大きくなくても足りてたっていうのが正直なところなんですよ。ただ、今ね、ザック、ボトムポッケないザックとかも新しく買って持ってるんで、そういうのを使うときに、コード色、どこ入れんのってなったときに、この小さい方のファニーパックでも入るんですけど、電池とかもろもろ入れてると、結構パンパンになって、コード色っていうからには、行動中にそのままさっさと食べてね、歩きながらね、登りたいんで、いちいち立ち止まったりしないで、なるべく手の届くところで、行動しながら食べれるところって言ったら、ウエストポーチか、このボトムポケットか、僕体硬いんで、このサイドポケットとかに入れたらね、絶対ね、取れないんで。なんで、そういうのも含めて、ボトムポッケのないザックを使うときに、コード色が入りきらないっていうのもあったんで、ちょっとでっかいものを買ってみました。で、もう一つの理由としては、これ一応アタックザックとして、ザックじゃないんですけどね。アタックザックとして使えるかなって思って買いました。アタックポーチですね。アタックポーチとして。っていうのも、テント泊とか別にそんなめちゃくちゃ行く方じゃないんですけど、テントを張って山頂までそこまで距離がないとかだったら、テントを立てて、そこから山頂アタックっていう感じになると思うんですけど、そういう時にね、別にその背負っていったザックを持っていけばいいんですけど、物出して。テントの中に。そういうのもだるいんで、こういうね、ポーチに全部詰め込んで、山頂アタック行ければいいかな。わざわざザックっていうのも必要ないかなって思ってるんで、昔はね、よくね、ザックとか持ってってたんですけど、ザックとかも必要ないってなった時に、こうつけてってるポーチであれば、普通にいつも持ってってるんで、これでアタックするっていう方法で行きたいなって思って、ちょっと大きめ買いました。去年、2024年ですね。で、北岳行った時とかは、これで行ってたんで、これにいろいろ詰め込んで、往復で1時間ちょっとですかね、山頂アタックはこれで行きました。ただやっぱパンパンだったんで、これって大きいんで、ペットボトルもそのまま入ります。500のペットボトルもこのまま普通に入ります。僕はでもこの500のペットボトルが入るから別に買ったってわけじゃなくて、ここにレインウェアとかコード色、あとバッテリーとか、ちょっと必要なものを入れていくのに、ちょっと大きいサイズが欲しかったので買いました。で、水を別に入れてってもいいんですけど、水はどちらかっていうと外付けしたいので、イメージとしては、こうやってつけまして、だいたいクノックのボトルとか持ってってるんで、ソフトボトル的なもの。これをここに
こうやってね、ここにこうやって挟んで水を持っていくって感じで、ここにバッテリーとかコード色を入れて歩けば結構余裕を持ってね、これだけでもちょっと長めに歩けたりするんで、まあこういう使い方、まあアタックザックならぬアタックポーチとして使おうと思ってこのポーチをね買いました。容量が2倍になってるけど、まあファニーパックとそんな重量の差もないんです。参考によってまあどっちを使い分けるかはまあその時によって決めようと思ってるんですけど、まあこれはすごい買ってよかったなって思うアイテムになります。あとね、違いがね1個あって、で裏側にこういうね収納がついてるんで、まあここもなんか簡単なものを入れる時便利なのと、内側の作りはまあ一緒なんですけど、もう1個ね使い道としては、海外旅行とか旅行行った時、前こっちで行ってたんですけど、パスポートケースに入れた時にギリギリなんですよね。で入りにくかったんで、まあだったらこっちの大きい方で海外旅行行ってもいいかなって思ってこれ買いました。なんで登山以外でも使おうと思って、まあこのサイズを買ってみたって感じです。ベストバイ1個目になります。次、2つ目になります。2つ目はこちら。マイルストーンのヘッドライトになります。で、これ買った理由っていうのが、まあヘッドライトは今までも何個も買ってるんですけど、今回このヘッドライトを買った理由っていうのが、普通に電池式じゃないからっていうのが、まあ一番の理由です。今まで結構、単4の電池式のヘッドライトを使ってたんですけど、まあ電池だとね、ちょっと不便な部分っていうか、まあちょっと不安な部分はあったんで、バッテリー内蔵式のものに変えました。このライトは一応、普通のライトとそんな変わらず、まあ3色照らせるライトになってて、光量の調整もできるライトになってます。ここまではよくあるライトなんですけど、まあ、最初も言った通り、まあ、電池式じゃないものが欲しかったんで、この内蔵バッテリーの入ったヘッドライトにしてます。なんで内蔵の電池のヘッドライトにしたかっていうと、電池がどんぐらいあるかがいつもわかんなくて、若干不安だったってことです。まあ、登場っていうか使用頻度はヘッドライトってそんな高くないものになるんで、まあ、なんかあった時のために持ってったりとかしてるものになると思うんですけど、まあテント泊の時とかそういう重装の時は除いてなんですけど、まあ日帰りだとねそんな使うこともないかなっていう、まあ暗くなったら使うかみたいな、暗い出発の時に使うかぐらいだと思うんですけど、まあ本当緊急の時にこの電池が残量どんぐらいあるかって、電池だと、まあモバイルバッテリーでもそうなんですけど、電池だとよりわからない、若干不安なんですよね。なんかずっと入れっぱなしにしといて、あれこれ電池いつ入れ替えたっけなとか。で、もちろんこのライトをつけたとこの色とかで残量がだいたいどんぐらいだよっていうなんか目印みたいなものはあると思うんですけど、まあそれでも若干不安なんですよ、電池だと。だったら家で充電したり、まあ、登山中でも、まあ、いつも持ってくものの中に、モバイルバッテリーとかは、まあ、最近の登山だと結構みんな持ってってると思うんですね。って考えたら、モバイルバッテリーでもこれって充電できるんですよ。家でも充電できる。まあ、言ってしまえば車でも USB があれば充電できる。なんでどこでも充電できるんで、まあ、登山行く前にちょっと忘れてたとかなっても、移動中にまあ充電したりとか、参考中に、充電忘れたわってなった時に、まあ、モバイルバッテリー持ってれば繋いどけば充電されるんで、まあ明るいうちに気づいてれば。とかまあ挿したままでも充電できるんですけど、まあライトはつけれると思うんですけど、そうなった時に電池だとさすがに山ではそんな手に入らない。でもモバイルバッテリーのバッテリーだったら繋いで電気が供給できるんで、そういう点ではちょっと安心できるかなっていう感じですね。こっちのバッテリー式の方が。で、これも充電は簡単で、下の部分にポートの穴があるんで、この穴にね、USB こうやって挿してあげて、モバイルバッテリーがあれば、まあ、充電できてしまうので、まあ、電池式よりははるかに安心できるかなって僕は思います。あと電池のデメリットとしては、長く使ってないと電池なんかめちゃくちゃ劣化して、もし電池式のそのヘッドライトとかを使ってて、普段あんま使ってないなって人も電池は絶対抜いといた方がいいです。なんかもう、粉吹いたら電池出てくることとか昔あったんで、電池は必ず抜くことをお勧めします。そんな感じで、まあ2個目、今年買ってよかったものはヘッドライトになります。3点目、はい、行こうと思います。で、3点目って言っても、ちょっとこれ3個もうセットで3点目としてます。3点目は、こちら、フラットアースイクイプメントの、アルコールストーブのセットになります。アルコールストーブと、風防、五徳のセットで、これが3個目のベストバイになります。まあ、これ3点で全部で 35g。でした。なんで 35g で火が使えてお湯が沸かせるっていうところが、まあすごい魅力的な部分だと思います。まあ、もちろんこの上にクッカーなんか必要なんですけど、まあ、安定的にお湯を沸かせるっていうのがすごいいいなって思ってます。ウィンドスクリーンは、まあ自分でね、こう調整して上に
乗せるクッカーによってちょっと大きさを変えて幅を変えて使っていくっていう感じのものになります。五徳はこんな感じで結構ね大きいものまで乗せれます。僕がいつも使ってるヒルビリーポットを乗せるとこんな感じ。これが約 900ml のクッカーになるんですけど、それでもね結構乗せると結構安定します。裏から見るとこんな感じ。乗せるとね結構安定感あって落ちるような感じはしないんで、1リットルぐらいのクッカーとかだったらこの五徳は乗せれると思います。で最後にアルコールストーブ。これがアルコールストーブ。一応これアルコールが 30ml までは一応この中に入れられて最大30だった気がする。お湯を沸かせるっていう感じになります。沸くスピードは別にそれほど速くないんですけど別に遅くもないんで普通に沸かせていいです。全然向かないのは調理には基本アルコールストーブは向かないです。火力の調整はできないのでどちらかというともう本当にお湯を沸かすためだけにこれ持ってって使うみたいな感じになります。いい点僕にとっていい点なんですけどよく持ってく深大寺さんのヒルビリーポットに、結構ぴったり合うのでこのアルコールストーブを基本は使ってるかなっていう感じです。他にもいくつかアルコールストーブは持ってるんですけど今はこれの今紹介したアルコールストーブの出番が増えてます。350のポットなんですけど風防がね結構ぴったりね合わせれば入るんで、高さもねぴったりなんでちゃんとこう普通に浮かずに閉じれるっていうのがいいところで、あとは入れる時はもうこうやって入れたらまだ中に余裕があるんでここに、アルコール入れたりとか、して必要なもの箸とかスプーンとかも、入れるものはあると思うんでこの中に全部詰め込んで蓋して持ってけばこんなちっちゃいのにお湯が、350までですね沸かせるんで、基本カップラーメンとかカレー飯とか、スープコーヒーこれ1個で結構事足りるんじゃないかなって思います。なんでこのセットがお気に入りなのとこのやっぱ中身のアルコールのストーブのセット本当に使いやすいんでおすすめです。はい。では次4点目になります。4点目はこちらですね。OMM のコア T になります。秋ぐらいにコア T を買いました。で、なんで買ったかっていうと、以前も紹介の動画とかでコアベストよく着てます話はしてたと思うんですけど、コア T も買っちゃいました。で、理由っていうのが単純に袖があるのが欲しかったからなんです。っていうのも、コアベスト、やっぱベストだけにここしか生地がね、ないんで、こことここか。で、脇はちょっと空いてる状態なんで、やっぱり冬山とかにもベスト着てってたんですけど、やっぱちょっと寒いんですよ。なんで、この脇が締まってて、この袖の部分がね、覆われてるっていうね、部分だけでも、だいぶ暖かさが違いました。この前も、もう雪山行ってきたんですよ。12月の中旬ぐらいかな。雪山行ってきて、マイナス10度以下だったんですけど、この T を着てったんですけど、ほんと、去年着てたベストの時よりね、格段にね、暖かかったです。あとは、買った理由としては、普通に、ベストでもそうだったんですけど、やっぱコアの部分、この体の真ん中の部分はもう常に暖かいし、汗をね、吸い上げてくれるんで、体がドライになるってところがやっぱこのコアのいいところなんです。なんでそのベストと同じで体がね冷えにくい、汗を吸い上げてくれるんで汗冷えしにくいっていうのがいいところだと思います。なんでこの上に吸い上げた上にもう一枚何か着とけばね、メリノ系とかメリノポリ系のもの、梱包素材のなんかウェアを着とけばより冬山とか寒い時期は効果を発揮するし、ちょっと暖かくなってきてもこれ T なんで普通の T シャツよりはちょっと暖かいとは思うんですけど、通気もね結構いいんで、真夏以外だったらこの T 結構使えそうかなって思います。てか2023年に買ったもののベストバイとか特にやってないんですけど、2023年のベストバイやるとしてもこれのベスト版は絶対入ってました。で、今回 T を買って T もすごい良かったんで、今回の買ってよかったものに入れました。これ結構一年中、真夏以外は使いたいかなっていうアイテムになります。その時の山の気温とか、そういうものに合わせて、これをチョイスするっていう機会も今年は増えるんじゃないかなって思います。5点目はスタティックのアドリフトライナーになります。寝る時に使うものですね。ライナーになります。はい。で、出すとこんな感じです。前も紹介動画を見ていただいた方は多分わかると思うんですけど、アドリフトライナーっていうのは、オクタの素材を使った、寝袋の中に入れて、ブーストするためのライナーになります。ブーストにも使えるけど、これ単体でも使えるっていうものになるので、僕はこれを単体で使ってていいなって思ったんで、今回のベストバイに入れました。これのいいところは、本当軽い。
ところと、いつも軽いのは、当たり前のように軽いっていうのは、すごいいいところと、薄くて、触り心地この中のね、この薄くて起毛してるんですけど、この起毛してるところがね、すごい触り心地が良くて気持ちいいです。これ全長が多分180ぐらいあるんで、僕169なんで全然余裕なんですけど、頭まで被って寝るようなもんじゃなくて、ここまであって着るもの中に入って寝るものになります。最後ここでね、こうやってキューって締めて、こんな感じで寝る感じになると思います。で、これを、2024年は、テントワークの時はもう結構っていうか、これしか使ってないです。夏もこれ、秋に行った北だけ外気温5度ぐらいだったんですけど、これで寝れました。もちろんこれ単体ではちょっと厳しそうだったんで、これとエスケープビビを組み合わせて、あとは着るもので調整して、外気温5度ぐらいまでだったら、いけたかなって。調整いろいろすれば、他にも使い方あると思うんですけど、単体プラスアルファ、寝袋なしで使う場合ですね。そのぐらいで、寝れたっていう感じですね。もちろんこれを寝袋のブーストとして使えば、5度ぐらいはなんか、あれですかね、リミットを上げてくれるっていうものになるので、そういった使い方でも全然いいと思うんですけど、これ軽くていいし、単体で使うのにもいいです。で、オクタっていう素材の特性上、風は普通に通します。透けてるんでね。風は普通に通しますよっていう感じです。でも、風さえ防いでしまえば暖かくなるんで、車中泊とか、テントの中で風入ってこないってなったら、これ単体でもいけるけど、さっきも言った通り5度でこれはきついですね。5度とか10度以下でこれ単体は多分きついはず。やってないからわかんないですけど、人によるしって感じで、さっきも入ってたこの袋あるんですけど、袋に入れてもこのぐらいだし、この袋もね、ちょっと大きくできてるんで、しまうときめちゃくちゃ楽です。僕はもうこれにも入れずに、このままザックになんか適当に畳んでギャンって入れちゃってたりするんですけど、かなりコンパクトになるんで、コンパクトパッキングする上では、これ結構使えるんじゃないかなって思います。でね、あとこの中でね、結構ね、伸びるんですよ。めちゃくちゃ伸びるわけじゃないんですけど、ある程度伸びるんで、中で座ってあぐらかくぐらいまでは、ギリできます。あと別の使い方としては、裏返して肝部分をね、こうやってね、肝部分を表側に出して、首に巻いたりもね、普通にできます。だからちょっと寒い時ね、こうやってね、つけてるのもありだと思います。寝る時しかこれ着ないんで、ちょっと寒いなって時はこう、巻いててもいいかもしれない。ここに巻いてもいいし、腰とか体に巻いてもいいし、そうするとだいぶあったかいです。すごいおすすめだし、カラー展開もね、多いので、自分のね、好きな色をね、選んで買ってみるのもいいかもしれないです。軽いしね、あったかいし、今年本当に買ってよかったものになります。次は6点目になります。6点目はこちら。チャオラスとウルトラグッドラックのコラボの、手ぬぐいになります。ここにね、ウルトラグッドラックって書いてあるか。これスポーツ手ぬぐいになります。で、この手ぬぐい何がいいかっていうと、普通の手ぬぐいよりちょっとね、長いんですよ。幅が。なんで、こうね、首に巻いた時とかもね、普通に巻くとこんな感じで巻いて歩けるし、で、ちょっと長いんで、バランスがいいっていうのと、あとは、うちの妻がよくやってるんですけど、こうやってほっかむりスタイルをやるときにね、耳とか寒い時とか、ちょっと耳日焼けしたくない時とかは、こうやってね、やってもね、これがね、長いんで、僕の顔の長さでも、こんぐらい余るんで、女性の方とか、普通に誰でも結構こういうスタイルでいろんな巻き方ができたりするんじゃないかなって思います。で、あと、結構乾くのも早いし、一応ね、これ素材にね、バンブーが入ってるっぽいんで、そういう消臭効果も望める。結構匂わないんですよ、これ。一回車の中に汗かいたやつ放置させといたんですけど、乾いた後も、その後もなんですけど、匂いは全然なかったです。すごい使ってて良かったです。あと触り心地もね、全然ちょっとふわってしててね、いい感じなので、今年も活躍するんじゃないかなって思います。一応ね、メイドインジャパン。で、チャオラス、これコラボも結構柄あるんですけど、チャオラスのサイトとか、見るとわかるんですけど、柄とかの種類が、色とか豊富なんで、一つで自分のお気に入りの色や柄の手ぬぐいを探してみるのもいいと思います。非常に使いやすいアイテムだったんで、これは暖かくなってから結構使用頻度が増えると思います。7つ目はこちら。モンベルのアルパインサーモボトルのチタンになります。これは本当最近買ったばっか。ほんと11月中旬ぐらいにちょっと冬に向けて買いました。僕以前サーモスの方の山線ボトル使ってました。で、もちょっ
と、もうあれも7年ぐらい、もっと使ってんのかな、使ってて、まあ冬しかまあ基本使わないんで、まあ7年使ってたって言ってもそんな稼働頻度は多くないんですけど、使ってました。まあそれはちょっとね、妻にあげました。買った理由はまあ見た目の色がかっこいいのと、あと軽い、チタンなんで。で、あと、匂いがつきにくいっていうのがチタンにはあるんで、チタンを買いました。で、以前の山線ボトルの方は、結構ね、直接ね、コーヒーとか入れちゃったりしてたんで、結構ね、なんか匂い移りがね、しちゃってて、まあ、妻にあげたものの、水飲んだらちょっと渋いみたいな、まあコーヒーっぽいみたいな感じになったんで、匂いは移っちゃってる感じです。まあ取る方法もあると思うんですけど、取らずに妻は使ってます。で、もう山にも行ったんですけど、朝家でね、熱湯を入れてったんですけど、まあ6時間後でも全然あったかいもの飲めました。まあさすがにね、カップラーメンとかに使うとかはできないぐらいの温度にはなってたんですけど、まあそれでも僕はどっちかっていうとこれで左右を山で、雪山とかでは飲みたかったんで、左右程度の温かさは保ててたんで、すごい良かったです。で、まあボトル自体も、まあこうやってね、こう開けてこうやって注ぐタイプのものなんですけど、普通に売ってるのは。これ、アタッチメントで、直飲みできるようなアタッチメントが売ってるので、普通にモンベルさんから出てるので、ここを取り外して、まあ、直接こう蓋を開けて、こうやって飲めるタイプのものも売ってるので、まあ、そっちもちょっと使ってみたいなと思ってるんですけど、まだ買ってないんであれなんですけど、そういうアタッチメントもあります。アタッチメントを使う場合は多分保温力とかは落ちるんで、まあそこはどんぐらい落ちるかちょっとわからないんですけど、まあいずれ買ってちょっと使ってみようかなと思っています。まあ直飲みできた方がね、登山中で考えるとすごい楽だし、そういうのもちょっと検討してみたいなと思うんですけど、このボトルは買ってよかったです。8個目はこちら。ムーンライトギアのグラムジャケットになります。ウィンドシェルになります。で、こんなコンパクトなんですけど、開くとね、ジャケットになってます。シワシワなのはもうね、こうやって入れてる服の宿命でシワシワなんですけど、で、こんな薄いアイテム、45g だぐらいのアイテムになります。で、これは買ってよかった理由としては、僕は以前の動画で、ウィンドシェルは持ってかないで、レインウェアを着てますっていう話したと思うんですけど、昔はね、結構ウィンドシェル、普通に、まあパタゴニアのフーディニージャケットなんですけど、使ってました、ずーっと。まああったらあったで、すごいウィンドシェルって便利なんですよ。山では風も防げるし、まあ、雨はさすがに撥水はあるから霧雨程度は防げるけど、普通に濡れると低体温症とかになっちゃうんで、まあ雨の時はおすすめしないんですけど、小雨程度だったらまあギリ防げるのと、あとは軽い。圧倒的にレインウェアよりコンパクトになるんで、まあ持ち運びがしやすい。僕もここ数回参考で使ってるんですけど、やっぱウィンドシェルってあったら便利だなって思いました。冷たい風が吹いてる時とか、風が吹いてなくてもちょっと寒いなってなった時、結局自分の歩く速度とかでも風っていうかこうちょっと感じるじゃないですかって時にね、やっぱねちょっと寒いなって感じることはあるんです。僕がよく着てるのがアクティブインサレーションをよく着て、まあ寒い時期はだいたい着てる人多いと思うんですけど、やっぱりアクティブインサレーションって通気性ものによるけど結構ガンガン風通してくるじゃないですか。そういった時にやっぱこういうね、すぐ羽織れるウィンドシェルがあると、風を遮断して体を冷えからちょっと守ってくれるんで、ちょっとした時にすごく役に立つアイテムだなって改めて思いました。パタゴニアのフーディニージャケットを使ってる時もそうだったんですけど、結構ね、山以外でもね、役に立つんですよ。ウィンドシェル的なものって。ほんと、スーパーとか、自転車乗る時、電車乗る時、飛行機乗る時、まあ、あらゆる時に、ちっちゃいからね、普通に、こう、ウエストポーチみたいなサコッシュみたいなものとか、なんならポッケとかにも普通に入れられるんで、あると、さって羽織ってね、寒いのって結構ずっと寒いのってストレスじゃないですか。なんで、そういう時に、まあ、羽織ってちょっと暖かくなるんで、そういう時にあるとすごい便利なんです。山以外でも。1個ね、まあこのジャケットじゃなくてもいいんですけど、1個ね、ウィンドシェルっていうのはあると、普段山でももちろん役に立つけど、山以外でもめちゃくちゃ役に立つアイテムだと思うので、ほんと1個自分のお気に入りのウィンドシェル持ってるといいと思います。で、僕これ選んだ理由っていうのはまあ普通にめちゃくちゃ軽いっていうのと、あと色が
まあちょっと黒っぽい色なんで、普段着てても街に溶け込めるような色なんで、これを選びました。ただね、このシワシワはね、ちょっとね、周りも気になる人いるかもしれないですけど、ウィンドシェルは着ないって言ってた僕が、ウィンドシェルを買ってみて、使ってみて、結局やっぱウィンドシェルの良さに気づいたんで、今年のベストバイに入れました。なんでこれからの参考でも、真冬の雪山とかでは別にこれ持ってっても、ハードシェル着たりするんで使わないかもしれないですけど、無雪期、雪がない時期だったら僕はこれ常に持っていきたいっていうか、常に持って行っても苦にならないぐらいのコンパクトさと軽さがあるので、エマージェンシー用としてでもいいし、まあ1個入れとくのは全然ありなアイテムなんで、はい、今年買ってよかったです。なんで2025年もこれはずーっとザックの中には入ってるアイテムだと思います。9つ目はこちら、アダプターワークスさんの浮板UL テーブルになります。こちら以前の紹介動画でもこのテーブルは紹介させてもらったんですけど、ね、ところどころ結構山に持ってって使ってたりしたんですけど、軽くてすごく良かったです。見た目もなんかね、木なんでぬくもりを感じられるんで、すごい良かったのと、足もね、程よい高さだし、この表面のテーブルの大きさもほんとちょうどいい大きさなんですよ。前も紹介したんですけど、このポット、ヒルビリーポットの350を置いても余裕があるんですよ。この幅とか。なんで550とかのポットを置いても余裕があるし、1リットルぐらいのポットもあるんですけど、このポットを置いてもまだはみ出ないですね。こういうのもまあ置ける。まあスペースはちょっと減っちゃうんですけど、1リットル、まあこれ900なんですけど、900ぐらいのポットを置いてもまだ置ける大きさはあって、それで130ぐらいだったかな、グラムは。で、足を取るとほぼ100数グラムだったんですよ。足を使わない方法で持っていくことも僕は結構ありました。で、足は普通にこの字型のこういう溝があるんで、ここをこうやってはめて、あとはゴムでね、後ろを引っ張ると、まあこうやってつくんで、これだけで足が固定されるんで、付け替えとかも楽です。足が結構一体化してないんで、これをちょっとなくしそうだなっていう不安はあります。まあ持っていくの忘れそう、外してたら。この板単体でもテーブルとして使えるんで、こう、落ちてる岩を同じぐらいの高さに並べて、こう、テーブル作ったりとかはできるんで、まあ、この板単体で持っていくのも全然ありだし、全然これ単体で持っていくこともあります。まあ、単体であれば背中の部分とかにさっ入れれるんで、簡単に収納できるっていうのも、まあおすすめ。厚さもね、そんなにね、ないんで、薄いからといってなんかすぐ割れそうな感じもないし、結構頑丈なんでいいと思います。まあ値段はそれなりにするんで、まあそこだけかな。シンプルでね、すごいいいアイテムなんで、しばらくはまあこのテーブルをね、使っていって味を出していこうと思います。10個目の今年買ってよかったものはこちら、ハイパーライトマウンテンギアのデイブレイクになります。このザックなんですけど、発売してからもう結構経ってるものになって、でもね、未だに、使ってる人も多かったりするザックだと思います。これを買ってよかった理由っていうのが、山で使うものだけど山っぽくないってところですかね。素材とかはね、もちろん山でハードに使うように作られてるんで、生地とかも厚いし、頑丈にできてるザックなんです。僕結構持ってるザック、ロールトップ式のものばっかなんですよ。で、こういうね、ジップで開けるもの、これ、なんていうんだっけ忘れた。で、ジップでこう開けるタイプのものって本当に1個も持ってないので、今回買ってみたんですけど、日帰り登山で使いやすい、本当に。ザックでした。ほんとこれ、17リットルのザックって書いてあるんですけど、17以上多分全然入ると思います。容量もそうなんですけど、一番気に入ってる点は、物の取り出しやすさが、このザックで気に入ってる点です。結構ね、この、ジップがね、サイドポケットよりちょっと下までね、開くようになってるんですよ、ジップが。両サイド。なんで、結構ガバって開けるんですよね。で、かつ、中がオレンジ色になって、今こっち側は黒なんですけど、こっちがオレンジ色になってるんで、中がね、ほんと見やすいです。これ本当に黒いザックとかで、中が黒いと、ほんとマジで中見えないです。特にロールトップとかで黒いザックとかだと、ほんと下の方もほんと暗くて見にくいんで、ガバって開けれて、中が見やすいっていう部分。買うポイントになった部分の一つになります。あとはここに PC スリーブがあるんで、ノートパソコンを収納できたりとか、こっち側にもポッケがついてて、ここに財布とか、車の鍵とか、いつも登山の時に車の鍵マジどこ置いとこうかなとか、山でなんか出した時に一緒に出ちゃって、車の鍵なくしたらもう一番最悪なんで、こういうね、ポッケがあるのはいいポイントですね。こういうのあんま UL 系のザックであんまついてないんで、はい。
こういうのもいいです。あとはこうやって開くからあんまバスとか電車とか僕は乗らないんですけど、海外旅行とか行った時結構ね、前ちょっと台湾行った時も山も登るからっつってこれで行ったんですけど、これロールトップ式なんですよ。もう閉じないと結構この画面に収まんないぐらい長いんですよね。こんだけ差がある高さってところで、公共交通機関結構海外旅行だと使うことが多いと思うんですけど、電車、バス、タクシー、この中のものを取るとあんま取り出すことはないんですけどね。電車の中とかではないんだけど、ちょっと混んでる電車の中とか、そういうとこで探すのとこうくるんってやってこうやってるから、開ける時こうやってやって椅子に座ってたりしたらこうやってなんか上から取らなきゃいけないとかすごいめんどくさかったんですよ。中のものを探しにくいなと思ったんですよ。デイブレイクは、そんな中の探すのってこの場でこう開けたりするんで、狭い空間でもこうやって中見れるし、ほんとこれ山関係ないですけど、山でも共通してるかな。山でもね、物を探すことってたまにあると思うんで、ガバッて開けれるのってすごいメリットだなって思うので、それがねすごい買ってよかったところではあります。あとは下山した後とかでもこのまま背負っててもね、普通に山やってる人が見たら山行ってきたのかなとか思ったり、山好きの人かなって思うかもしれないですけど、普通の人が見たら普通にリュックに見えるっちゃ見えるんで、これ背負って歩いてても普通に街に溶け込めるようなザックになってると思うんで、そういった点も気に入ってます。なんで今度海外旅行行くんだったら僕はこれで行って、で海外の山もし登るんだったらこれで登る、でまた戻ってきてこれを背負って歩く、でさっき紹介したファニーパックなんかを使ってパスポートとかは管理したりとか、これいらない時はだからファニーパック使ったりとかで、海外旅行も楽しめるような今年はセットを僕は買ってよかったなって思いました。なんで今年もなんかどっか行ってみようかなって思います。山でも街でも結構使い勝手のいいザックだなって思ったんで、今年買ってよかったものに入れました。最後11点目、こちらです。前テント泊でも紹介したんですけど、モバイルバッテリーは今回はまたちょっと違うモバイルバッテリーを買いました。もちろん紹介したモバイルバッテリーは使ってます。プラスでもう一個モバイルバッテリーを買いました。これが容量が 10,000mAh のモバイルバッテリーになります。なんで買ったかっていうと、1万だと若干足りないです。日帰りだったら足りるんですけど、1泊とかだと1万だと若干足りなかったっていうのがあって、もう一個モバイルバッテリーを買いました。このモバイルバッテリーのいいところは、ガジェット系の結構 YouTuber さんとかも紹介してるんで、そんな細かい紹介は僕はしないですけど、このストラップがついてるんですよ。で、このストラップがUSB ケーブルになります。なんでここを外すと、これがね、USB-C のケーブルになってます。なんで、ストラップとしてついてたものを外して、上の部分ですね。なんで、ここに普通に挿して、撮影に使ってるカメラの充電とか、さっき紹介したライトの充電とか、そういうものに使えます。規格 USB-C だったら USB-C だし、ライトニングだったらライトニングとか、規格だけはね、もう全部ね、持ってくもの揃えた方が、やっぱ荷物は減ると思うし、いろんなものに気にせず使えるんで、そこは絶対揃えた方がいいと思います。ここにね、戻しとけばまたストラップとして、こうやって持っていけるし、結構コード忘れたとかある人もいると思うんで、こうやって一体型じゃないんだけど、こうやって紐でついてることによって忘れ物を防げるっていうのがすごくいいと思います。コードが一体型で、モバイルバッテリーにもうコードが一緒についてるっていうものもあると思うんで、全然それでもいいと思うんですけど、やっぱ一体型ってちょっと断線が心配なんで、僕はこうやってやっぱ分離してて、個々で使えるようなものをチョイスしてます。で、これも前紹介したバッテリーと一緒で、押すとあと何%って出るんですよ。もう視覚的に容量がわかるんで、扱いやすいと思ってるんで、これを買いました。山には絶対持って行った方がいいアイテムだと思ってるので、このモバイルバッテリーおすすめなんで、たまに Amazon セールとかでも安くなってるんで、そういうので買ってみてもいいと思います。おすすめです。いかがだったでしょうか。2024年買ってよかったもの11選紹介してみました。ちょっと欲しいなって思うアイテムありましたでしょうか。僕は結構2024年もちょこちょこ物買ってたりするんで、選ぶのも結構大変だったんですけど、どれも結構使えねえなっていうアイテムはほぼなかったんで、どれも僅差でね、できれば全部紹介したいぐらい使えるものを買ったなって思ってます。これからも2025年も今日紹介してないギアとかもまだあったり、
まあ、山で使ったりするんで、その時にちょっと、まあ、参考中になんかそういうのも紹介していけたらと思うので、まあ、紹介動画以外にも山の動画も見ていただけると嬉しいです。本日の動画は以上になります。この動画が良かったと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録、またコメント、お待ちしております。では2025年もまたよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。